こんにちは。野菜の日チャンネルです。今回は冷蔵庫で一晩発酵させた生地を使ってごまバターロールの作り方をご紹介します。バターロール本来の美味しさにごまのプチプチとした食感が加わると食べ応えも増しますので、ぜひ作ってみてください。用意する材料はこちらです。寝る前の生地作りです。容器にバターと熱湯を入れて、バターを完全に溶かします。バターが溶けたら冷たい牛乳を加えて40度ぐらいの適温にします。ドライイースト、砂糖、塩を入れて軽く混ぜます。強力粉を加えて混ぜ合わせます。夜生地を混ぜ込んで冷蔵庫に入れておけば、生地はゆっくりと発酵して、翌朝には一次発酵が完了します。容器の角や底に粉が固まりやすいので、確認しながら混ぜ込んでください。粉と水分がよく混ざったら、表面を平らにならして蓋をします。この時は生地がほんのり温かい状態で冷蔵庫に入れます。生地が冷たい時は室内に30分ほど置いてから冷蔵庫に入れてください。冷蔵庫の中で8から12時間一次発酵させます。冷蔵庫の生地を取り出して、生地に気泡がたくさんできていることを確認してください。イーストが十分に発酵しているとたくさん気泡ができます。生地に白いりごまを加えて混ぜ込みます。ごまが入ることによってパンの風味が格段にアップします。何度か折りたたむようにガス抜きをします。ガス抜きが終わったら切り分けます。シワのない部分を広げて張らせるようにしたら、先端を尖らせるように転がして雫型にします。生地を手で平たく伸ばして天板に並べ、乾いた布をかけます。冷たいままの生地は成形しにくく、二次発酵も膨らみにくいので、少し温めて生地の温度を戻します。オーブンの発酵45度で15分生地を温めます。15分後、生地を天板から取り出して成形します。横の長さは10センチほどで、生地の細い方を伸ばしながら綿棒を転がします。細い生地を軽く引っ張るようにして20センチ以上の長さに伸ばします。巻き始めの生地を細い方に向かってくるくる巻きます。軽く転がすように巻くときつすぎずきれいに巻くことができます。強く巻くと焼き上がった時にぎゅっと詰まった生地になったり、表面の生地が割れたりすることがありますので注意してください。パン同士の間隔を十分に取りながら、巻き終わりを下にして天板に並べます。乾いた布をかけて2倍の大きさになるまで発酵させます。生地が十分に発酵したら、表面に牛乳を薄く塗ります。牛乳を塗って焼くと全体にいい焼き色がつきます。200度に予熱をしたオーブンで15分焼きます。これで焼き上がりです。
牛乳によって均等に焼き色がついて、さらっとした表面になります。ごま特有の香りと風味が広がり、一口食べるたびに口の中に広がる美味しさがたまりません。定番のバターロールにごまの風味が加わると、風味豊かになってとっても美味しいですよ。食感も良く健康的な上に美味しいので、ぜひ一度お試しください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは自宅で気軽に作れる美味しいパンや料理の作り方をご紹介しています。チャンネル登録して次回の動画もぜひご覧ください。